先に宣言します。私は、高ラウドネスが悪とは考えていません。ピークはできるだけ叩いて音圧を稼ぎつつ、クリアな音質も目指す。ラウド×ナチュラルという主義を掲げて、ミックスとマスタリングをしているよ。だいぶイデオロギッシュな動画になりそうだな。大丈夫か？多分大丈夫。知らんけど。大波乱の予感。音楽配信や YouTube で、ラウドネスの基準が決められて久しいけど、基準ありきではなく、曲が主役であることを忘れてはいけません。それはそうだ。ジャンルや曲層によって、最適な音圧は違うのに、たった一つの基準に向かって、音を聞かずに作業を進めるのは、本当に正しいのでしょうか？あかん、議論が過熱しそうです。いけないいけない。てなわけで今回は、正しい知識を身につけて、再び音圧戦争を始めよう、という内容で進めていくよ。過激派 YouTuber。というか、音圧戦争って終わらなかったんですか？完全には終わっていないね。ラウドネスノーマライゼーションで音量は揃うけど、どれだけ潰れたサウンドにするかは、制作者の美学。曲にとって必要なら、高ラウドも選択肢の一つなんだ。今のところ、全然共感できないぜ。早くも分断が起こっている。百聞は一見にしかず。例えばこれは、通常のドラムの音。続いてこちらが、メタル好きが喜ぶドラムの音。かっちょいい音だな。波形で比べると、こんな感じ。全然違いますね。なるほど。ジャンルによって、求められる潰れ方、みたいなものがあるんだな。そうなんだ。ちなみにこちらはベースの比較。続いてギターの比較。楽器単位でもわかるように、波形はピークが潰され、持続音の音量が持ち上げられているよね。これを積み重ねていき、曲全体でも同じような処理をすることで、メタルでは、昆布や海苔のような波形が作り上げられていくんだ。ダイナミクスをできるだけ維持するという考えでは、心たぎるメタルサウンドを作ることができないんですね。そういうこと。ただし、いい音になるように潰すことが最重要で、そこに、高度な技術力が求められます。過去の音圧戦争のように、闇雲に潰して持ち上げる考え方とは大きく違うんだよね。ラウド×ナチュラルって最初に言ってたもんな。ちゃんと音を聞いて適切に潰す。これなら納得だ。しかし、今のはメタルという極端な例ですよね。他のジャンルではどうなんですか？例えば、Apple Music の日本ランキングで、現在トップのこちらの曲、YouTube から詳細統計情報を開くと、6.2 デシ音量が下げられていることがわかります。YouTube のラウドネス基準はマイナス14ラフスなので、元のラウドネスは、マイナス 7.8 ラフスくらいだとわかるね。マジかよ、ポップミュージックなのに。衝撃だよね。次に、こちらの曲も見てみよう。YouTube では 7.9 デシ下げられているので、おそらく元の音源は、マイナス 6.1 ラフスあたりのはずです。マイナス 6.1 ラフス、メタルに迫る音圧ですね。極めつけはこちら。私が大好きなダブステップの曲だけど、YouTube で確認すると、元のラウドネスは、マイナス6ラフスくらいだとわかります。私は小バズで音源を購入しているので、厳密に測定すると、実際はマイナス 5.9 ラフスということがわかるね。嘘みたいな音圧。だが、ダブステップのサウンドがスカスカだったら、私も嫌かもしれないぜ。求められた圧縮感を追求した結果、マイナス 5.9 ラフスになったということですね。そういうこった。ジャンルの美学により、最適なラウドネスは大きく異なります。そこに、マイナス14ラフスという基準を目指す意識はありません。どうやらそのようだな。音量感を揃えるラウドネスノーマライゼーションは、ジャンルごとにバラバラの音量感を揃えるための仕組みなので、目指すべきものではないんだ。昆布波形とか海苔波形と呼ばれる、こんな波形。必ずしも悪者ではないんですね。そう。即 NG というわけではなく、ラウド×ナチュラルの観点で判断する必要があるよ。否定的な意見では、耳が疲れるとか、細かいニュアンスが失われるとか、歪みが増える。こんな意見が多いけど、ジャンルによっては、そのサウンドこそが部分的に求められたりするので、自分の目指すジャンルが求めるナチュラル。これを意識することが最重要なんだ。これはやられた。それではまとめといこう。作り手は、曲に合った音圧やダイナミクスを、自由に設計することができます。聞き手は、ジャンルごとに異なる音量を、自動で調整してくれる機能があるので便利です。聞き手に便利な自動調整、つまり、ラウドネスノーマライゼーションの基準は、あらゆるジャンルを観察しても低すぎる数値に設定されているので、そこを目指すと、大抵スカスカでクオリティの低い曲が出来上がります。目指すべきは、その曲が最も輝くサウンドであり、マイナス14ラフスではない。今日からこれを、魂に刻もう。数値ばかり追わずに、ちゃんと音を聞いて曲を作らなくては。ほんで、高音圧が重要なジャンルを作る場合、逃げずにハイレベルな技術を学ぶ必要があるんだな。そう。
私も日々勉強中です。ラウド×ナチュラル。これを実現している曲は確実に存在していて、商業的な競争力も高いので、みんなも恐れずに、共に音圧戦争を戦っていこうじゃありませんか。音圧上げの方法は、このチャンネルでもいくつか紹介しているので、また見返しましょう。この動画に対する質問や意見など、コメント欄に書いてもらえば、可能な限り返答するのでよろしくね。高評価やチャンネル登録もよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。